はい、どうも、アスクみつきのコーナーです。こんばんは。こんばんは。こんにちは。こんにちは。こんばんは。YouTube やからな。はい。今日は2回目ということで、はい。大好評でして。ありがとうございます。もうやんややんやの質問がいっぱい届いてるんですけど、はい。前回は、ちょうどね、ミュージックビデオの撮影で、その撮影場所から、はい。お届けしましたが、今回これどこですか？ここはギグです。何ですか、ギグって。えなんて言うんが正解？まあ、インターネットラジオやな。うん。で、FM ギグというのがありましてね、はい。三月さんもそこで一応番組やってるんですね。はい。どんな番組ですか？どんな番組？タイトルで言うと。はみつきの部屋。ああ、ね。普通にシンプルに。シンプルに。うん。そこでも何喋ってんの？適当やな。適当ですか？はい。まあいろいろ日々の思いついたこと感じたことをやってちょっと歌ったりしてね。歌って、うん。で今回もこのね、アスクみつきのコーナーでは、YouTube それから Instagram それから TikTok などなどから、まあ、世界中の皆さんから、はい。みつきさんのことをもっと知りたいと、はい。なんでもっと教えてくれへんねんと隠してるんですかということですけど、はい。はい、いや、そんなことはないですか。うん。まあそんなこんなで今回もね、質問が届いておりますので、じゃあ早速聞いていきましょう。まずは質問一つ目です。海外のアーティストと日本のアーティストでそれぞれ好きな人を教えてくださいと。何人挙げても OK ですということです。そんなんきりないよな。言うてみてて。まず日本からいく？でも、海外あんま聞かへんから、うん、そのジャスティン・ビーバーぐらいとかしか分からへん。ジャスティン・ビーバーは知ってるし、うん、割と好き。うん、まあ声が好きやからああ、そうなんや。とか、まあ、エド・シーランとか、まあ、さ王道になってしまうああ、から。全然その辺はみんなじゃあ聞くわけですね。で日本のアーティストでは？日本のアーティストはまあ基本的にはバンドが多いかな。バンドやったらなんやろな、最近聞いてへんか。でもあ、そうなんや。特に推しのバンドはないの？今はおらんな。あ、そうなんや。珍しい。ずーっとなみつきさんは推しのバンドだったのに。最近はちょっとなんやろ、アイドルって言っていいのか分からへんけど、そっち聞いてるね。あ、そうなんや。はい。まあ、それただ聞くって感じ？それカバーして歌おうとかそんなのないの？はもう無理やな。人数多いし。あ、そういうことか。はい。じゃあ今までまあなんかこう、そうか、今じゃあそんなにもう聞く方を熱心にって掘ってる感じじゃないの？前まではねいっぱい探してたけど、今はそんなにって感じ。そんな感じですね。はい。じゃあ質問2です。普段アニメは見ますか？最近見ているアニメがあれば教えてください。アニメとか一切見えへんな。あ、そうなんや。まあドラマとかの方が多いな。日本のドラマ。実写が多いな。あ、そうなんや。基本。そんなアニメは知らんな。まあ、ちっちゃい頃とかでもなんか好きなアニメとかそんなないよ。ちっちゃい頃見てたアニメとか。ワンピースとか。ワンピースは一応好きなんやな。クレヨンしんちゃんとか。クレヨンしんちゃんも好きなんやな。でも最近はそんな見てない。もう最近は全然。みつきの友達の間ではどんなのが流行ってるとかないの？今アニメでみんな話題になるのは。いや、友達も見てる子少ない。そうなんや。そんなに今アニメはもうマイブームではない。いや、なったこともない。あ、そうなんや。むしろ実写のドラマが。とかの普通に月9とかそういうのは見る感じで、海外のドラマは見ない。ああ、そうなんや。はい、じゃあ質問3です。フィリピンへ行ったことはありますか？ないです。どこにあるか分かってますか？分からへん。こう、どうしよう、まあ日本がこんなにこうあるとするか。日本がここにあったらこっちの辺？ああ、大体そうですね。もしまだなら行ってみたいと思いますかということですけど、イメージもそんなに湧かない。フィリピンはそうやな。どういう感じなんやろ。あんまり分からへん。ピンとこない。まあ東南アジアやからな。日本よりは暑そうですけどね。ああ、そうやな。だから友達とかがいたらあれやけどな。フィリピンに？いや、なんか一緒に行ける？そう。友達でそういう海外旅行行く好きな子とかいんの？もうおらん。もうみんな日本。あ、そうなんや。あ、そうなんや。全然おらんな。海外組おれへんね。まあフィリピンはまあなんやろ、バナナが有名だったりね。バナナ食べられへんねんな。大変や。そう、バナナはもう匂いからしてダメやから。バナナそのものがあかんのか。なんか
そうスムージーとかにうんちょっと入ってる分にはバナナやと思うけど、まあ、うん飲めるけど、うんそのバナナをはい食べなさいって言われたらああもういらないですってああそうなんや、うん何こうパフェとかにも入ってたりするああいらんいらんいらんもう全部友達にあげるああそうなんやそうそうそうじゃあまあねフィリピンとかあとまあじゃあそのちょっとね美味しい食べ物とか調べて、うん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 そういう東南アジアの料理とかもそんなに食べたことはないなんかああいうアジア系のトムヤムクンとかあれフィリピンかあれもフィリピンかあれベトナムか分からんあんまりあんまり食べたことないじゃあパクチーはああまあ食べたことないああそうなんやまだいろいろまだ未体験があるわけですねそうそうそうはい、じゃあその流れで、質問4です、海外で行ってみたい国はありますかその理由も教えてくださいこれはちなみにメキシコからの質問ですへえでもあんまり国知らんのよねおおだからあんま分からへんなよく友達そんな話題になったことないの海外行くならどこ行きたいとかうんあんまりその行ってみたいなはあるけど、やっぱ旅行費高すぎるしああいやじゃあそこはもう考えんとこお金のことは考えんとこもうもうボーンとこう行きたいとこ言うたらもう航空券が届くねホテルも届くねどこやろうなその何があるかが分からへんけど、うんエッフェル塔は見てみたいかなおおフランスやな、うんとかうんピンポイントな感じそうなんかそういうなんていうんだろう分かりやすい象徴のものがあったら分かりやすいけど、自由の女神とかああそうあんまりここみたいなとこはないかなうんその映画とかそんなんでもこうヨーロッパの街並みとかアメリカの広大な景色とかメキシコのサボテンとかサボテンな確かに見てみたいああねそうメキシコはまあサボテンが有名ですねあとタコスとかタコスね、うんなるほど平気ですかどういうこと食べるのは全然別にそういうのは平気美味しそうおおなるほどじゃあメキシコに行くかもしれないですねはいいつかいつかはい質問5ですまあ音楽のジャンルにはいくつかあるんですけど、はい特にインディーポップとかインディーロックとかっていう言い方をねそういうの聞いたことありますか、いや全然まあロックって広いやんまあ確かにロックでもまあパンクロックがあったりハードロックがあったりはいはいはいメロコアとかハードコアとかがあったり、オルタナティブロックとかもうそのグ辺は分ランジとかからへんなでその中でいうとインディーロックというのは、まあ、インディーズロックということなのでいわゆるそのこうメジャーな売れ線のロックじゃなくってちょっとこうこだわりのロック自分の世界観ある感じのそうでそれのインディーロックはまあそういうロックによってるしでロックやけどポップ寄りの例えばちょっとこうシンセサイザーが入ったりとかそういうちょっとメロディーが切れたったりっていうのがインディーポップというのねインディーロックはやっぱりちょっともうちょっとガーッとこう感じとするならまあシェイクマイデイズとかはまあインディーロックとインディーポップの間ぐらいなんやけどまあそういうジャンル以外になんかこんなジャンル挑戦してみたい音楽のジャンルとか歌ってみたい別にヒップホップでもいいしラップでもいいしテクノでもいいしでもロックとかは楽しそうなロックってラップ系ああそうなんやはまあ割と最近のあれとかで聞くから、でラップとかやってみてもいい感じそんな早口できるし覚えるの大変やまあ無理やけどまあちょっとさこの入ってたりそのアイドルとかの曲やったりとかってちょっとラップ担当の人がいたらちょっと入ってるやん間にそういうのとかをこうなんやろ覚えて歌ったりするのは好きよねまあちょっとそういうの入ってもいいまあまあできる範囲なんやったら全然あとそのハードロックとかも別にそんな嫌いじゃない聞いたりはしないハードロックってどういうギターがこう早弾き出てきてトラムがダン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 みたいなちょっとこうみんなこうマッチョな感じで黒を含めて髪の毛長くてあんまり聞かへんなうわーってやつちょっとダメやなまあじゃあまあインディーロックインディーポップ系でまあちょっとラップが入ったりするのは別にいいかもとかあとダンス系とかファンクとか R&B とか R&B はいいと思う割と
平均、どこからそういうのかは分からへんから、普通に知らずに聞いてるのもあるけどって感じ。なるほどね、じゃあそんなもしかしたら増えてくるかもと。質問6です。お気に入りのギターはありますか？今使っているギターでも、ね、持ってないけど好きなギターの種類でも OK ですみたいな、ギターの好きな感じ。でも今使ってるのはあれね、フェンダーのね、あれストラトキャスターやな、好きのかな。まあでも形で言うと、なんやろ、どういうなんか結構さエレキでさ、こう結構サイズ大きめのやつあるやん。サイズ大きめの重ためのレスポールかなが、そっち系かな。こう丸いやつや。そうそういや切れてへん。まあこのほんまにこんなやつのエレキギターで、まあレスポールやな。あれ結構好き。そう形も激重やで。そう友達の持ったことあるけどめっちゃ重いなこれを持ちながら歌ってんのかと思って。そう昔持ってたけどもう重いで、その知り合いがギター欲しいって言うからもう譲ってあげたけどね。まあレスポールをちょっと興味あります。あれリードギター用のギターやから、リードギター弾かなかった誰持ってる人は。そうなんや。じゃあ無理かな。まあね、形で入るのはいいですから、いろんなギターの形がありますからね、また。続いてです、質問7です。歌い始めたのは何歳くらいですか？それはちっちゃい時から歌ってたんじゃない？歌は好きやった？歌は好きっていうか聞くのが好きやって。てかずっとテレビで流れてた、家で。歌うの？歌うのとかも別にカラオケで歌うぐらい。小学校入って、休みの日におじいちゃんとかおばあちゃんに連れてってもらって歌うぐらい。カラオケとかは？カラオケじゃないわ、人前で歌うとかはないよ。全然なかった。だからほんまに合唱とか、小学校中学とかの、あれで歌うぐらいだから。あれ一回だからみんなで音屋さんで、確かじゃあ初めて連れて行ってギターな、あれ何歳ぐらいだっけ？あれ中 3？そんな言ってたかな。そんな言ってないかな。中2とか多分。それギター弾いてたもんな。でもギター始めてすぐぐらいか、中1ぐらいなんかな。あれがじゃあ思いつく一番最初ぐらい、人前で歌って水木歌ってみたらとか言うて、多分それが初めてじゃない？ということは、まあ学生の頃から歌っていたかどうかというと微妙か。高校生でも高校生だったら軽音入ってたやんか。そう高校生の時は入ってたね。そう軽音で3年間一応やってたけど、文化祭とかで歌ってた感じな。そうなんか絶対何組しか出れへんから、そのライブを部活内でやって、部内ライブをやって、その上位3名だけが出れるみたいな、その文化祭とかで。コロナの時やったからちょうど出れへんかったけど、最後の3年の時はありますってなって、でもみんな多分仲違いしたりして解散が多かったから、3年のチームが2つしかおらんくて、あと1年のところが1個うまいところが出たって感じやな。ほんなそういうちゃんと人前で歌ったのは、その高1の時はそれ出てたんやったっけ？高1もあった。それが初めてぐらい人前でちゃんと歌ったり、その時は緊張しましたか？そら緊張はしました。出来はどうでしたか？でもそこまでみんななんやろ、知識もないし、今聞き返したらなんでそのギターの音でやったみたいなもうちょっとこういじれよって思ったけど、まあ普通にできてた方やとは思う。評判が良かったという噂を聞きましたけどね。まあ歌はちゃんとだったからね。なるほどね。続いての質問です。音楽理論を勉強することと自分で曲を作ることではどちらが難しいと感じますか？音楽理論じゃない？一応専門学校で勉強してたけど、難しいよね。なんかドミナントとか、なんかもう何それ
それは結構難しかったな。それとまだもう理論関係なく曲を作る方がいいって感じ、もう直感で。だから大体コードがあるやんか、その基本としてギターって、だからそれをこう鳴らしてて、これなんかちょっと噛み合ってないなとかさ、そういうのでこの音行きたいなとか、大体耳にはその音があるから、それで探すとかが多いかな。あんまりなんか自分でなんやろ、この F キーやからこのあれを使わなあかんとかあんま分かってない。もう直感でとりあえずなんか響き悪かったら多分違うんやろうなって感じやし、響きがその噛み合ってたら、これいい使えるキーなんや、なんかコードなんや、みたいな感じで、探りながらやってるって感じ。なるほど。ちなみにじゃあ音楽を学ぶことと歌を表現することではどちらが難しいと感じますか？歌うことと学ぶことと。どっちなんやろ。でも歌うことじゃない？やっぱり歌いながら難しいなと思うことがある。そこ上がんねやとかそここういうなんかちょっとテクニックじゃないけど、そうなんかフェイクとか、そういうの入れんねやみたいなとか、なるほどね、そういうのがやっぱ聞いてても、いざ歌ってみたら歌えへんから、なるほど、そうそれは私なんか練習したらできるんやろうけど、歌う方がむずいなと思う。なるほどな。続いての、最後の質問です。美月さんにとって、人生で成功するというのはどんなことだと思いますか？成功する、人生で成功する、いろいろあると思うけど、パッと直感的に。でも成功の基準がな、自分がこれやったら成功したなと思う、やったとこうなんかでも達成感があるのは大きいところでライブとかできたら、それは成功なんじゃないかな。それやっぱりちょっとイメージとしてある、大きいところでライブをするという。そうでも一人でなワンマンでやな、もう埋めたらそらもうすごいやんもうソールドアウトですってなったらそらすごいと思うけどそこまでいったらちょっと達成感はあるかもねって感じやな。一旦ね、一旦やりきったなみたいなのはあると思うけど、それがなんやろな、あれとは限らへんのか。だからその今のたくさんのお客さんの前でやるということと、なんやろ、昔ならCD が何万枚売れた、今なら何億再生いったとかっていうのと、何億円稼いだっていうのと、お金な、と人集めるか、数字として売り上げというかその記録を残すか、お金をたくさん稼ぐかと、この3つどれか1つ選ぶとしたら、どれだけは絶対というのある。1個取った後2つないとかやで。だからめっちゃお金稼いでるけど別にライブには人が来ないつらでめっちゃ人集めてるけど、トントンやから別にそんなに大大金が入ってくるわけではない。でグラミー賞とかな、ああいうので賞もらって、わーって言ってもらえるし名前も残るけれども、コンサートもそこそこ、お金もそこそこみたいな。でもそれが一番成功じゃない？そっち今賞をもらって、もうグラミー賞、レコード大賞、いろんな賞取りました、ベストボーカル賞とかそういうのとかやな。そうそっちの方がなんか残るやん、お金って結局残らへんし、使ってしまえばな、ってなったらそっちの方が価値ある気はするけど、じゃあちょっと目標としては名前が残る記録に、って感じですね。じゃあそんな感じで今回もたくさん、メッセージいただきました、質問いただきました、ありがとうございました。ありがとうございます。最近の近況はどうですか？今日はなんかどこ行ったら、松江行ってきてたっけ？そう、松江行ってきて、もう、22歳にもなったんで、おめでとうございます。ありがとう頑張っていこうかなってぼちぼち。それは何、22歳になったからちょっと松江行こう。いや全然、普通にプライベートで、亡くなってきたからつけたってだけでなるほどな、特に理由はないんですか？日々の楽しみの中、あとなんか楽しみあるんですか？今後こんなとこしたいとか行きたいとか食べたいとか。ないよね。割と淡々としてるの？一番何テンション上がるの、日々の生活で？何にも上がらん
そうなんや。普通に淡々と、生きてるだけって感じで。じゃあね、こうまた曲がね、今この間ミュージックビデオ無事撮りましたし、評判もいいですので、またね評判が良くて、またいろいろ呼んでもらえたらいいですね。はい、ということで、じゃあ、引き続き質問がありましたら、この動画のコメント欄に書いてくださいということで、じゃあいつものやつを。何だっけ、高評価やっけ。高評価とチャンネル登録、お願いします。そう、はい、お願いします。これやっても意味ないから。そうなんや。はい、じゃあね。バイバイ。